皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回は M2 のインテリア完成までをお届けいたします。まずはボディ塗装から。前期型の60型 M2 に用意されていたカラーはカタログを見る限りですと、ホワイトにサンブリーチベージュメタリック、サーフブルーにスキッピングイエロー、パッシングレッドにアーバントーニング、前期型の途中で追加されたターボ車にはグランドストラータトーニングが設定されるなど、多くのボディカラーが存在していたようです。この中から今回はおじいちゃんが乗っていそうな M2 を目指し、アーバントーニングをチョイス。パート1であらかじめエボブラックを下地として塗装しておいたボディに対し、ファインシルバーを塗装後、マスキングを経てパールブラウンを塗装しました。パールブラウンの朝食はココアブラウンにウィノーブラックとパールクリアを少量です。塗料はすべてダイヤノーツの薄め液で 1.5 倍に薄め、エアブラシで吹き付けを行いました。ボディ塗装の工程としては3工程で、1工程目は各ラインや角を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目はムラに気をつけながら全体を塗装していきます。続いて車高とトレッドの調整です。おじいちゃんが乗る M2 を目指すには、キット付属パーツのままですと車高が低すぎるので、今回は車高を上げていきます。フロントはパーツ取り付け部をすべて 2mm 上げていくので、シャシー側の刺す取り付け部には手持ちのスペーサーを接着、アームパーツ取り付け部には 2mm のプラ板にピンバイスで穴を開け、取り付けダボを作った上で接着。リアは 3mm 上げます。シャフトが通る箇所をプラノコでカットし、3mm のプラ棒でシャフトが通っていた箇所を塞ぎ、裏面から新たにシャフトを固定するプラ棒をシャフトを通す穴として 2mm の穴を開け設置しました。センターをしっかり決めて慎重に作業を進めました。車高は上げたり下げたりすると構成するパーツに影響が出てくるので、しっかりパーツの役割や構造を理解した上で調整を行うようにしています。次にエアブラシを使用した塗り分けです。まずはベースカラーとして一番量が多いブラック系から。シャシー全体と 3D 出力したタイヤとホイールにはエボブラックを塗装。下回りパーツのアーム類にはブラックを塗装です。ホイールはその後ファインシルバーを吹き付けました。インテリアは2色で塗り分けです。まずは成型色がブラックなのでホワイトサフを吹き捨てた後、ベースカラーにサンディーブラウン、そしてマスキングを経てレッドブラウンを重ねました。続いて筆を使用した塗り分けです。ダッシュボードパネルのベースにはラバーブラックを塗装。シャシー下回りの燃料タンクやオイルパンはブラックを塗装。シフトレバーやインテリアのドアノブなどにはフォーアーティストマーカーシルバーを塗装です。ダッシュボードやハンドルなどの木目の表現は下地にエナメルのクロームシルバーで、塗料がしっかり乾いたらその上からクリアオレンジを重ねました。ダッシュボードはラバーブラックの上からパーツ一つ一つをセミグロスブラックで塗装し、コントラストを強調。シフトレバーのセレクター部分は爪楊枝でシルバーを入れ、バックはレッド、ニュートラルはグリーンを重ねました。エアコンの冷暖切り替え部分はレッドとブルーを塗装。3D 出力したシートベルトバックルにもレッドを差し込んでおきます。次におじいちゃんマーク2といえばレースのシートカバーですので、
こちらの再現をしていきます。今回ベースに使用したのはティッシュを1枚の半分。レースの飾り付け部分はダイソーのレースシールです。接着はすべて両面テープを使用しました。まずは両面テープを細かくカットし、シートに貼り付けていきます。その後貼り付けるティッシュをシートの形状に合わせ、何分割かにカットしたものを順に貼り付けていきます。プラモの時間はショルダー部分から貼り付けましたが、指で触れる回数を考えるとヘッドレスト部分、つまり上から貼っていく方が得策だと思います。ティッシュを貼り付けたらレースシールを適度な長さでカットし、貼り付けて終わりです。リアシートも同様。今までは布で作り上げていましたが、ティッシュの方がシートの形もしっかり出ておすすめかもしれません。この上から塗装すればシートカバーの再現にもなり得るかと思います。続いてボーンペイント製ボーンアルムを使ったメッキ調塗装です。ホイールキャップセンター部分のみに塗装したいので、まずはマスキング。円形にカットしたテープをホイールに貼り付け準備完了。ベースにはアンダーブラックを吹き付け、塗料がしっかり乾いたらボーンアルムを塗装です。ボーンアルムは全部で3層塗装しますので、1層目は遠目から砂吹きの要領で塗装、その後2層3層と重ねていきます。最後に同社の低浸色クリア塗料を使いクリアコートし完了です。これで指で触っても油分が付着し変色することはありません。いつもボーンミラーを使っていましたが、新色であるボーンアルムは明るいメッキといった感じで、個人的にはボーンミラーよりも好みです。次にデカールの貼り付けです。メッキ塗装後、クリア塗装前にホイールセンターには自作したマーク2のロゴを貼り付け、ダッシュボード内のメーター部分も自作したデカールを使用し貼り付けていきます。リアトランク部分にはエンブレム各種にこちらも自作したデカールより販売店シールを貼り付け、社名プレートはキット付属のものを使います。デカールは割れる可能性があったのでリキッドデカールフィルムで再生しておきました。貼り付けを終えたら社名プレートとメーター部分にレジン液を塗布し、ブラックライトを照射。デカールの保護とメータークリアケースの再現とします。次に下回りの組み立てです。結構前に購入してあったのですが、ポリキャップに代わるものを見つけたのでご紹介です。中国製のチューブパイプですが、カットして使えばポリキャップにもなりますし、スペーサーにもなる優れもので、カープラのピンの径にぴったり。読み方が分かりませんが、ウクセルかアクセルのチューブパイプで検索すると出てきます。いろいろ使えるのでおすすめです。さて組み立てですが、このチューブパイプをフロントにもリアにもふんだんに使い、トレッドを調整。フロントリアともに3ミリほどトレッドを延長し組み上げてあります。フロントはホイールを固定するピンも長さが足りなくなるので、あらかじめ作っておいた 3D 製の 16mm のピンを使い組み上げました。最後にインテリアの組み立てです。まずはカーペットですが、こちらはダイソーのフェルト生地よりブラウンをチョイスし、カットしたものをセメダインハイグレード模型用接着剤で接着。その後ハンドルにシフトレバー、電話機にシートベルトバックルを組み付けていきます。組み立てたパーツたちをセンターコンソール、リアシート、フロントシート、ダッシュボードの順にシャシーに取り付け、インテリアが完成です。おじいちゃんが乗っているようなマーク2を目指しているので、車高、シートカバーは特にこだわって作ってみました。今回はそんなところです。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。